はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は1月後半の星の補足説明とタロットリーディングさせていただきます。それでは行きましょう。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。1月後半です。カップナイト逆、そしてカップエース逆、節制逆、戦車、ワンドエース、ストレングス、ソード10逆、はい、気をつけることで大作が、ワンドの2の逆と、皇帝逆とオラクルが、カップの8の逆です。そうか。前回1月前半の時になんかワールドとか皇帝の逆出てましたよね。やっぱまた、そのことが、テーマになってるんだろうなと思うんですけど、まず星で見た時に1月の後半は19日が新月になります。で、この19日の新月っていうのはとってもなんだか自分の本質に戻るみたいな、そんな感覚があり、自分にとって一番大事なものは何なのかっていうところを起点にして、いろんなことをこう広げていく時なんですね。で、お羊座さんにとってはこの1月19日の新月って特にお仕事とか、これからどういう世界を生きていくかっていうことを決めるのにとってもふさわしいんです。どんな役割を引き受けるのか、何を一番優先順位にするのかみたいな。なので、スケジュール、1月入ってからね、年間スケジュール立てた方も多いかと思うんですけど、もう一回それを見直して、自分の本質に近づけていくっていうのもとてもいいと思いますし、シンプルにお仕事のことや、これから自分が生きていきたい世界に対して、意図する、こうしたい、こうするぞっていうふうに意図していただくと、そうなっていくっていう形です。そして1月の20日以降ですね、太陽が水亀座に入ったり、ここから水亀座祭りっていうか、いろんなエネルギー、惑星がね、水亀座に入ることによって、すごく自由な、これまでの規定通りではなく、自由なやり方や、新しい人とのつながりや、新しいところに光が入っていくっていうのかな、自分が今まで見なかったこと、見えなかったことに対して、そこに光が灯って見えてくる、分かってくるっていうのもあるし、とてもなんか勢いがあるんです。奇想天外な、こういう方法あったんですかっていう方向に光が当たっていくっていう流れがすごく強いです。なのでとても流動的に動いていきやすい1月の後半なんですけど、これ踏まえた上でお羊座さんのこのカードで見たときに、とても興味深かったですね。今すごく勢いあると思います。やっぱり前回も1月前半でワールド出たりとか、皇帝も出てたので、ご自身がおそらくやるぞって決めたことにもう携わっていくっていうのが1月後半にあると思うんです。で、もうやるしかないし、行くし、決めましたみたいな。さらにその後ワンドエースということで、とてもなんか無理がないというか、自分の中に嘘がなくて、やりたいことをそのまま情熱を形にしていく、行動に移していく。で、それがまた不可能を可能にしていく力に変わっていくし、とってもお羊座さんのなんか、自分らしい力とか才能とかやり方っていうものを表現していけるんだなっていうのがとっても出ています。で、ただそうなるまでにですね、ご本人の中ではやっぱりいろんな葛藤があったのかなっていう思いがあり、特にその葛藤っていうのが、人との関係の中で、自分はなんかもうやりたいことを分かってるし、これでいこうと思っているけれども、他者に迷惑かけないかなとか、周りの人はそれを理解してくれるかなみたいな、もしくは自分がやろうとしていることって周りの人の役に立ってるのかなみたいな形での、ちょっと気遣いとか、気遅れっていうのかな、なんかちょっと悪いなみたいな感じとか、そういう思いがあるかもしれません。で、今カードが言われているのは、いや、もっとお羊座さん、もっと喜んでいいんですよっていう感じで言われていて、なんだか自分が、あのちょっと私のイメージなんですけれども、特にこの2025年に付箋があり、いろんな意味のきっかけがあり、そして2026年、2027年と、なんかここからすごく、時代もですし、流れも変わってくるってなった時に、お羊座さん本当に何かを覚悟していくとか、形じゃないものを形作っていくとか、誰もやってなかったことに挑戦していくとかっていう、本当にお羊座さんが持ってるその気質で生きていく、チャレンジしていくテーマがあるよねっていうのがあるわけです。で、それが2月から入ってくるんですけど、その前からもう1月からもう何かそういうのってもう芽生えてるよなって思うんですね。でもそれをなんか自分の中で
絶対これで大丈夫だっていうような確信がなかったり、それが喜びと直結してるっていうふうにはまだ思えていないし、感じられていないんだろうなって感じがしました。でも実際自分がやりたいことに携えるってすごく幸せなことで、それは許可されてるんですよって感じがしました。まだ、お羊座さんの中で現実と、これまでやってきたことと、これから進んでいきたいこととの、なんか狭間っていうか、その調整をしないといけないんだって思いがすごく強いのかなって、気持ちがあるんですけど、ただ1月の末で言うと、すごくそのまま自分の情熱を形にしてうまくいくよっていうふうに言われてるんですね。で、何かを超えるなっていう感じがしてます。ここでやっぱりソードの10の逆っていうのが出ていて、ソードの10っていうのは怖いけどやってみるっていう、そしたら夜が明けたとかうまくいったみたいな、玉砕覚悟で言ったら、うまくいったみたいな感じのカードなんですね。なので、ここまでの流れで、やっぱり自分を信じてやってみた、なんか携わってみたことで、それで良かったっていう何か確信を得るから、さらに深いその扉を開けるっていうか、自分でチャレンジしていけるっていう形なんだと思います。そして、気をつけることや対策として言われているのがですね、なんていうのかな、この道、このやり方でやるのか、こっちのやり方でやるのか、どっちが正解なんだろうとか、どっちが一番自分には合ってるんだろうとか、もしくはこれを選んだらこれを手放さなくちゃいけないとか、なんかそういった意識があるかもしれないんですけれども、すべて繋がっていますっていうメッセージを今私は受けています。自分の頭では A か B か選ばなきゃいけないんだ。A をやるってことは B はできないんだっていう意識なんですけど、実は、どちらも水面下に流れてるエネルギーは同じで、自分の感情が納得しやすい方法はどっちかっていうところで、選ぶんだなって感じがするんです。ただ1月の末はもう絶対の自分の情熱に従ってって感じがあるので、そっちで行くと、納得いく、自分も納得いく。水面下で流れてる、すいません。なんて言っていいのか難しいんですけど、水面下で流れてるエネルギーっていうのは、全くもって問題ないっていう感じなんですね。それをいいとか悪いとか、意識づけてラベルつけてるのは自分の頭だと思ってください。思考が、今までの自分の常識とかがそう言ってるだけで、どっちにしたって一緒なんだよなんですけど、自分が納得できる方はどっちなのかなっていうことで見てるだけだよっていうことを言われてると思ったんです。だからどちらかをなくすわけじゃないんだよっていう感じ。どれも全部繋がってるよっていうのがメッセージだったんです。そして、ただ表面的には、この1月の後半の一番キーカードとなるのがカップの8の逆で、カップの8の逆っていうのは本物の感情にアクセスするっていうか、本当にやりたいことを何回か言ってると思うんですね。私、おひつ座さんの動画の中で。本当にやりたいことだよとか、自分の中の真実に従うんだよとか、そういうことがやっぱりまた出てきてるんですよね。で、これは今まではそれで良かった。今までが間違ってたわけではなく、今まではこれはこれで良かった。けど、もう今の自分にはそれは合わないねっていうのが分かっているから次に行きますみたいな、そんな感じなんです。でも、それが嫌で行くわけじゃないから、なんかそこに情が残ってたりとか、もっとやってあげなくちゃみたいな気持ちがあったりとかするんですけど、あの自分の行きたい方向に行くからといってそれを見捨てていくわけじゃないんだよっていう、その全部つながってるからねっていうのが一番のメッセージだなと思ったんですね。なので、意識的に使うとすれば、その自分の情熱に従っていく。惜しいなと思ってもね、置いていくわけです、カップを。これまでせっかく貯めたカップを置いて本物を探しに行くっていうカードなので、なんか一瞬ちょっともったいないなと思うかもしれないけど、それができるぐらい、なんかいい状態っていうことなんですね、おひつ座さん。やっぱり自分がもう弱ってて、もうしんどいってなったらできないけど、なんかすごく勢いがあって、うまくいって、これで自分の力が試せるとか、何かこれで合ってるっていう感覚があるからこそ、なんか境界線を越えられるっていうか、自分の中で怖かった部分を越えていけるよって言われてるなって思ったんです。はい、なんか伝わったらいいなって思います。ちょっとお仕事のこと見てみようかな。仕事。仕事ね。別に1月20日までも全然仕事もある時ですし、20日以降も別に悪いわけじゃないんですよ。むしろ、なんか新しい光が見えてきたぞっていう感じだから、
カップのナイトということで、いいですね。やっぱり前回もそうでしたけど、誰かからのサポートがあります。おっと、ダブルでストレングス出てきました。めちゃくちゃ強いってことですね、今。はい。お仕事はすごいサポートがあります。そして、羊座さんが考えていることや、自分の中の真実を表現していくことや、表明していくこと、企画をしていくこと、提案していくことっていうのが、ものすごくいい流れにつながっていくので、恐れずに表現してほしいなと思います。これは、ストレングスっていうのは本当に不可能を可能に変える力があるよっていうことなんですね。これが仕事でも出てるし、全体のところでも出てます。ただ、ご自身ではなんかもうちょっと、準備したいんだとか、ここでワンドの9っていうのが出てるので、もう少しいろいろ細かいところまでちゃんと詰めたいんだとか、やりたいんだって思いがあるかもしれないんですけど、今のこの情熱とサポーターとがいるんだったらできるって感じがしますね。とてもいいです、お仕事。乗ってるって感じです。人間関係見てますね。人間関係は人間関係ソード10、ジャッジメント、カップのクイーンということで、なんか関係性においてさっきもね、全体のところでも出てきますけど、なんだかちょっと人に対しては気を使ってるとか、なんか今の自分の流れと合わないなみたいな人がいるのかもしれませんね、周りに。もしくは過去にそうだったからもう離れたんだっていう人もいるかもしれないけど、なんかその人ともう一回連絡を取るきっかけがあるのか、ちょっと苦手だなと思ってる人に対して、例えば過去に自分を傷つけた人とか怒られた人とか、そういう人に対しても向かっていく。そしてその人との関係なのか、その人との関係がうまくいくっていうよりも、その人ともう一度向き合うことによって、自分は更新していけるんだって感じがします。昔のことを気にしてどうこうではなく、新しい自分としてもう一度復活することができるっていう感じが言われていて、今言われているのはすごく、カップのクイーンっていうのが出ているのは、カップのクイーンってとっても優しくて、感性が深くて、相手を理解できるエネルギーなんですね。なので、他者を理解するっていうことができるんだと思います。なんか、ちょっと境界線を越えるっていうのは、もしかしたら人との関係性のことも影響しているのかもしれませんね。何か自分が避けたかったことに向き合っていける、タイミングがあったりするんじゃないかな。でもとても今、この星で見た時に1月20日以降っていうのは特にチームとか仲間とかグループとか、またそれが自分が目指す方向に対して一緒に共感していける人たちみたいな、そういったチームがあるので、コミュニティとかサークルとかもそうなんですけど、なんかその中で分かり合えることがあるんじゃないかなって思いました。はい。ちょっと最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。もしここまでの内容で良かったよとか分かりましたという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。はい、行ってみましょう。羊座さんの1月後半は、飛び出してきましたね。はい。このカードを見て何か感じることがあれば、皆さんも直感を使ってメッセージ受け取ってくださいね。なんだか、コントロールできない感情があるって感じがありますね。最近のことわかんないですけど、でもここでもやっぱりソードの10 2枚出てるってことは、何か、ちょっとこれはヒントなんですけど、最近私そう思ってるんですけど、本当にもし感情が揺れることがあったら、なんかムカつくでもいいし、悲しいでもいいし、寂しいでもいいし、嬉しいでも何でもいいんですけど、感情が揺れることがあったら、それだけその奥にすごい発見があるよって思っておいてください。なんか、すごい発見ができそうな気がします。パートナーシップに対してじゃないかな、これは特に。なので、もし自分がすごく怒ってるんだとか、誰かに対して怒ってるんだったら、その感情の奥に、すごい自分の真実が隠されていたってこともあるし、その怖がっていた人がいたとしたら、避けていた人がいたとしたら、全然避ける必要なかったみたいな、自分はもうそれに対処できる自分になっているっていうことがわかるとかっていうのがあるので、なんだかちょっと感情的には、揺れるかもしれないですけど、でもそれはなぜかって言ったら、ものすごい自分の力を発揮できるタイミングだからだよっていうのを言われてるなと思いました。ということでありがとうございました。ぜひ素敵な1月後半になりますように、今回も素敵な時間をお過ごしください。失礼します。